イン2。河口に建設した水力発電所の水位を見誤り大洪水を発生させてしまった我らのネオ静岡。なんとか水を汲み取り水害を克服。さあ今回も開発頑張るぞー。まずは水害の復興作業、崩壊した農業系の産業特区の再開発だ。以前の産業区は効率重視だったから、今回は少し区画をきれいに分けるぜ。前は一軒の農家で大きく区画を取ってたけど、複数の家で細かく指定してく方法を採用。変に丸い区画より、四角い形の方がリアルな農場っぽくていいよな。ですです。適当に防風林のようなものも設置。たまにあるよなこういうの。災害時に倒れてきて邪魔なのに国有だから撤去できないとか怒られるあれです。まあできる農家は自分で撤去したくもなるか。こちらの農家さん家の間には適当に草。農地広いのに家近。きっと同い年の幼馴染がイチャイチャするラブコメが発生するよ。無駄に具体的な設定だな。そして二人の恋路にライバル現る、ベトナム人実習生である。おい。異国の地からやってきた恋の侵略者が住むための寮を適当に建設。設定細けえな。日本に来る前に知り合った日本語学校で仲良くなったグエンも現れ恋は四つどもえに。そして薪を拾うと林を訪れると、そこには農家の未亡人のオーナーが。いやそれもうラブコメじゃねえ、昼ドラだろ。これは下り。で幹線道路の下側が完成したので、今度は上側も道路を敷き直して土地を確保。こっちの方も少し肥沃な土地があったよな。まあ肥沃な土地が必要なところは、小麦野菜麺を適当に作付けで少ないところは畜産。住んでる人の設定は細かいのに、生産量など関係ねえの適当生産である。こんな感じになりそうろー。あいにくの曇り空で見にくい。まあ木とか育ったらそのうちまた紹介するよ。ベトナム人実習生の寮の建設も着実に進んでおります。洪水した川の横はちょっと心配だけど、楽しい海外で稼ぎ生活をしてもらえると嬉しいぜ。さて洪水の復興作業も終わったので、渋滞状況の確認。前回修正したところだけど、案の定合流部分で渋滞しちゃってるな。左側が優先されてて右側がなぜか止まる模様。左がいなくなるまで停止してるから、右のレーンだけ渋滞ズラーになっちまってる。結果合流部分を2車線に増やして地下で合流する感じに修正。合流する部分が変わっただけなのに、スムーズに車流れるようになったな。1車線同士の合流よりも、2車線を途中で1車線に合流させる方がいいってことかな？とりあえず様子見だ。今度は人多すぎ学園都市で渋滞発見。信号はないが住民が歩道を渡るから、車が進みにくい状況になってんな。じゃここは横断歩道撤去で。立派な歩道橋が完成。ってこらー、貴様無理な横断するなー。まあおおむね歩道橋使っちゃくれてるから渋滞は解消しそうだな。ほんとこの世界の住民はマナーを守らん。ぼーっと道路を眺め、出来の良さに思わずにっこり。自画自賛。あ、大洪水の修復ミス発見。下田、裏作業で直しとくよ。護岸工事は地味に大変。地下駐車場がいっぱいになり、また少し渋滞の気配あり。高密度住宅いっぱいあると、駐車場難民との戦いが一向に終わらんぜ。駐車場は車だけ混むわけじゃなく、当然人が出入りするから扱いが難しいよ。歩道を渡るときに車遮っちゃうもんな。特に邪魔になってるところを調査して、適宜調整してあげないとダメだね。その上で住民がルール守らんことも考慮しないとな。罰金刑を課すぞ。おお、ついに交差点部分で渋滞が。ただの事故渋滞です。なんだただの事故か。まあそれ以外の渋滞はおおむね解消されたな。じゃあ一旦セーブしてコーヒー休憩してから次の開発に参りますか。一旦 CM 入りまーす。こらー、ロード途中にマイルストーンアンロックしないでって前回も言ったでしょ。油断してるから録画してないんだよー。怒るな早口になってんぞ。アンロックされるタイミングでセーブするお前も悪い。で結果、雄大な都市からメトロポリスにレベルアップ。大洪水の復興作業してただけで都市が成長しちゃって、なんかもやるな。まあ仕方なし。インフォを眺めて街の問題点を確認中。適当にやってる割には問題少ない模様。小学校の数が足りないくらいだから、急務は特になさそうな感じ。てなわけで道路の大規模改修時のバス停破壊とかで、路線がぐっちゃぐちゃになってるバスなんとかしようかな。一応現在月1万8000人ほどが利用しております。これ全部見直すのか、めんどくせえ。気持ちはわかるがいつまでも放置はできんぞ。ぐぬぬ。そして検討した結果、路線の刷新を決定、新たにバスターミナルを建設じゃあ。方バス停のいっぱいある乗り換えのしやすい施設か。アップグレードの追加のプラットフォームとかもあるし、これでバス一括管理しましょ。
ただいま出入り口を確認中。絶対大量のバスと人で大賑わいになるぜ。バスの出入り口が左右にあって、住民が出入りする道も中央にある模様。他にも住民が止める駐車場なんかもあるな。この辺ちゃんと検討してから道路敷設せねば。だな。で色々考え、人の出入りするところに交差点が来るように道路を敷設しました。高架の下を通って、学園都市に繋がってる感じか。高架のほどはわからないけど、今回はバス専用レーンも設けてみたよ。バスターミナルに向かう徒歩の住民のために、地下道も妙音と整備。ターミナルのすぐそばまで繋がってるので、これで横断歩道を渡る人が減るかな？地下の歩道は住宅街商業区学園都市を繋いでるから、足腰強いやつならどこにでも行けそうだぜ。でバスが高速の乗り降りができるように、インターにサクッと接続。高速の乗り降りは住宅街のインターを有用。お次はかなり悩んだけど、住宅街とターミナルを繋ぐ道路も敷設。ここ繋ぐと住宅街と学園都市も高速乗らずに行き来できるので、もしかしたら混むかも。まあダメだったらその時回収だな。はい、ここは一方通行でバスの出口があるので、こっちの横断歩道は撤去でーす。バスが出るとき住民が邪魔にならないように事前に修正。地味な努力大事。さっき作ったインターとの接続も撤去して地下に敷き直し。接続部分の進行方向が逆だと割り込みが発生するんじゃなら最初からそう作れよ。舌打ちすな。荒ぶった、心を癒す、デコレーション。見た目が微妙な地下インターを、草木を植えてごまかす。はい、地下歩道の入り口もデコ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 。周りに何も生えてないと、地下道って何回物感半端ねえよな。まあ緑あるとそれっぽいしこれはこれで OK。そうだ、もう少し見た目にも気を使った街づくりをしよう。公園関連を全アンロックだー。洪水対応で放置してる間に、資金も1億を超え調子こいております。では早速バス待ちのお客様のためにテニスコートを設置。白熱して乗り遅れが多発しそう。おー野外ジムを発見。これは筋肉を鍛えざるを得ない。筋肉祭りだー。そんなわけで7つの屋外ジムを建設完了。多すぎだ、ただの悪ふざけじゃねえか。ネオ静岡の民は健康志向だからこれでも足りないくらい。だったらいいな。ただのお前の希望かよ。てへ。おっと景観整えるのに夢中になって、バスのこと忘れそうになったのでバス停の設置を開始。しれっと作業目的忘れそうになるなよ、怖えよ。初期の失敗から学び、路駐のできない場所は道路をダウングレードしてからバス停を配置。路駐できないところにバス停作ると、乗降車で後ろが詰まって渋滞になるんだよな。バス停の整理が終わったので、バスターミナル発の路線を設定。かなり時間かかるが全カットの悲しい定め。バスターミナルには番号振られてるので、路線名に入れて管理することにしました。ふむふむ、2番線はラウンドアバウト住宅街から紅葉区へ行く通勤バスだな。とりあえず6番線まで設定したので運行を開始。一気に全部設定するとバス車庫が大変なことになりそうなので、分散して運行を開始だぜ。はい、今から新ルートでの運行でーす。うっかりルート間違えないようにご注意を。ご安全に。分散させてルート変更したけど、結局バス行列になったのず。まあ運行終了のバスと新ルートのバスが同時に走ればこうなるわな。バスターミナルの方は渋滞はしてなさそう。貴様バス専用レーンに路駐するとはいい度胸だな。バスターミナルの駐車場が空いてないとはいえ、さすがにそれは許されんぞ。貴様は罰金100万だ。車の名前を罰金100万に変えて、罪の重さを知らしめてやれ。この世界の住民はバスに乗るのに車を使う、仕方ない駐車場も併設しましょ。イオンモールのごとく立派な駐車場を建設。どれくらい使うかわからないから、念のため地下駐車場も用意しとこっと。これでこのターミナルがさらに便利になるぜ。そしてしばらくしてバスターミナルを覗くと、ご覧の通りの大盛況。これは頑張って路線見直した甲斐があったな。まあまだ行こう途中だし、様子見ながらちょいちょい微調整だね。とりあえず大賑わいでよかったぜ。そして大賑わいを横目にかんこ取りなく屋外ジム。こんなにたくさん作ったのに誰も使ってないだと？ネオ静岡民よ、筋肉に目覚めるのだ。いとかなし。なお、今のところ住宅街と学園都市をつなぐことで、渋滞が発生とかしてない模様。バスレーンを走る不届き者が多数いる以外は特に問題はなさそうだ。バスの使用量を確認して割り当てるバスを調整。ちなみにチケット価格を無料にする大サービスも実施中。太っ腹だぜ。月利用者も2万2000を突破。
まだ再稼働したばっかりだし、他ルートも稼働したら一気に利用者増えそうだな。割り当てるバスが足りなくなったのでバス車高、アップグレード。ただいまバス65台体制でございます。ああ、6番線の外部行きが人気すぎて、行列が通路まで伸びちゃってる。これ他に向かうターミナルのお客も詰まってねえか？他に影響してるかは分かりかねるけど、これは改善した方がいいかも。だな。そんなわけでルート設定で始発の場所をグイーンと引っ張り、6番から1番に変更。そんで今度は1番を6番に変更っと。路線名の番号の変更もお忘れなく。あいよ。はい皆さん、外部行きのバス停は1番奥に変更になりましたよー。急なルート変更誠に申し訳ございません。お手数ですがご協力お願いいたしまーす。よーし移動成功。これで詰まった汚物の排除完了だー。こらお客汚物呼ばわりすな。さあせーん。絶対こいつ反省してねえよ。おや？あれは、もしやあれは、筋肉千人師匠。そうなの？それではネオ静岡最強、筋肉千人師匠の終わらない筋トレを見ながら今回はここまで。いやもう疲れて休んでんじゃねえか。面白かった。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。元気の源です。災害を乗り越え復興作業も終わり、新たな開発に着手したレイム。これには小汚い格好の筋肉仙人も大満足。さらなる発展が気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。